こんにちは、アーチーです。よろしくお願いします。こんにちは、トマト大好きキリタンです。よろしくお願いします。今回のテーマも得点にしました。実は、未だ伝えきれないところがあって。前々回の動画は、完封。前回の動画は、均衡でしたね。で、今回は、大量得点。2人戦で、どれだけ得点を伸ばせるか見ていくよ。それは興味深いですね。ってことは、列ボーナスや色ボーナスを狙っていく。それもあるけど、キリタン、アズール戦略でよく見かけるものは、タイルをつなげて得点を伸ばす。ですね。その通り。私も色々な戦略ページを見ましたが、ほとんど書いてますね。それがなぜか考えたけど、結論としては、アズールは多人数戦があるから。3人戦や4人戦の場合、得点の高い順に順位がつきますね。だから得点重視と。その通り。ただ、この動画、BGA のレギュレーションである2人戦に特化してます。2人戦の場合、タイルをつなげて、得点を取るだけでは、勝てません。わかりました。今回は、その理由も見ていくんですね。話がそれましたが、大量得点については90点以上を目指しましょう。90点。タイルをつなげてボーナスを狙って、ハードルが高いですね。言い忘れましたが、5ラウンドでお願いします。キリタン、対戦するよ。世界ランキング、上位を目指して頑張ります。さて、1ラウンドです。私が先行ですね。タイルは、黒2、白3、青6、橙4、赤5です。この配置なら、2列目、3列目どちらでポジションを取っても良さそうです。ならば、今回は、青2を3行目に置きます。相手は赤1とスタプレ。1列目ポジションですが、3列目ポジションの場合、赤の処置に困るので、これはありがたいです。こちらは手を進めていきましょう。次は橙2ですね。あれ、そっちの赤ですか。白が重なったので、配置しやすくなりました。相手は白1、着々と1列目を完成させます。ここは、あえて青3で取って、相手の5行目を遅らせます。いや、待てよ。ここは、黒2を取って、相手の2行目を阻止するのもありか。相手は青3、私青1、相手赤2、私橙2ですね。さて、2ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒3、白3、青5、橙5、赤4です。で、黒3。黒取らないで、黒取らないでお願いします。何でもしますから。ですよね。であれ、橙、おかしいですね。相手は、黒3を2行目に置けば、1列目を進めつつ、私の5行目を阻止できます。さらに言えば、橙は、私も3行目しか置けないから優先度が低い。つまり、明らかに価値が低い手です。相手の意図はわかりませんが、こちらは白2を取って4行目を完成させます。この橙も急ぐ必要はなさそうですが、もしかしたら2行目と3行目、タイルをつなげたいんですね。まさか、黒3がここまで残るとは思いませんでした。青2を取ります。床のタイルは、白1、青1、橙2、赤4、相手橙2、私赤4、相手青1、私白1ですね。赤4。相手は1行目を完成させないんですね。私青1、相手橙2、私白1ですね。
さて、3ラウンドです。私が先行ですね。タイルは、黒6、白6、青3、橙4、赤1です。これなら、赤1を取ってタイルをつなげたいですね。3列目ボーナスも完成です。相手は黒に。おかげで、床に白2ができました。私の2行目は、白、黒どちらでも完成できます。なので、相手の狙っている1列目、橙を取ります。相手は青に。もちろん、阻止します。白2を取ります。相手橙1、私黒3ですね。さて、4ラウンドです。私が先行ですね。タイルは、黒4、白4、青4、橙5、赤3です。なので、5ラウンドのタイルは、黒5、白4、青2、橙2、赤7です。このラウンド、私は青が置けません。相手に押し付けられないよう注意しつつ、得点を伸ばします。まずは橙2を取り、5行目を完成させつつ、相手の4行目の阻止を見せます。相手は赤1。こちらは黒1とスタプレを取ります。相手は白2。こちらも白1を取って相手にプレッシャーをかけます。で、本当の狙いは床に黒に赤2を作ること。これで私の2行目が完成します。狙い通りです。私は2行目を完成させる余裕ができました。その一手を生かし、橙1を取ります。相手の4行目の完成を阻止しつつ、青を重ねて、相手の2行目、3行目両方の完成を阻止します。相手はここで青4を私に押し付けることもできました。今までのラウンドでお気づきの方もいらっしゃると思いますが、相手は妨害を知らないのです。2人戦における大量得点方法、それは相手が妨害しないこと。妨害がないと分かれば、私は自由にタイルを取ることができます。結果、私は得点を伸ばし続けることができます。残りは5ラウンドのみ。どこまで得点を伸ばせるか。5ラウンドのタイルは分かってます。本来ならば、ここで橙2を取って、相手の11点を阻止するのが正しいでしょう。今回は大量得点なので、黒による色ボーナスと5列目ボーナスを狙います。色ボーナスは木とがつきました。次は5列目ボーナスです。5列目ボーナスも完成。あとは色ボーナスを完成させます。
私、98点。相手、52点。対戦、ありがとうございました。キリタン、お疲れ様でした。ありがとうございます。バーチーさん。感想戦は必要ありませんね。なので、キリタンこれを。これは、アズールの袋。中にはタイルが100枚。タイルをつなげて、得点を伸ばす。これが戦略として通用するルールを考えた。バリアントルールを作ったんですか？遊び方、1、袋からタイルを4枚取る。色が複数出たら、1つを選んで、残りは捨てる。2、行を選択し、タイルを置く。3、1から2を5回繰り返す。これを1ラウンドとする。4、ラウンド終了後、得点計算を行う。これは、通常版の計算と同じ。5、これを5ラウンド行う。ボーナスについても通常版と同じ。2人戦の場合、タイルを取るのを交互にすればいいね。なるほど。皿を使わないアズールってことですね。そして、この場合だとソロでもできそうですね。で、この感覚は、先の対戦と同じ。妨害されないアズール。お気づきになりましたね。なぜアズールが世界中で愛されているか、それはゲームデザインにあります。アズールは同一の場からタイルを取り合います。つまり、デザインの骨子は競合です。競合か。つまり、相手から妨害されるのが前提なんですね。アズールの面白さは、相手の妨害をかいくぐり、必要なタイルを集めること。他にも、相手に不要なタイルを押し付けることもですね。その通り、冒頭で述べたタイルをつなげて得点を伸ばすだけでは不十分ってのはそういうことです。なるほどです。ところで、バーチーさん、恐ろしいことに気がついたんですが、現在のアズール戦略の不十分さに気がつき、それを分かりやすくするため、自らルールを考案し、ゲームデザインに触れる。これが、アズールの権威。バーチーさん、あなたは、どこまでアズールを知ってるんですか？ゲームデザインの話はここまでにしましょう。キリタン、ご褒美です。トマトだ。トマト大好き。キリタンも喜んだところで、視聴者の皆さん。ご視聴、ありがとうございました。